女の夢パントリー、はい、たくさんのものが入ってましたね。はい、これが全出しの恐怖ってやつですよ。週末ビフォーアフターは子育てに奮闘中のママのキッチンを大改造してまいりましたので、まずはルームツアーからご覧ください。もう私が一番気になるのはこの作業スペースなんですけど、はい、やっぱりここはまあ物は置いてあると便利風に思えるけど、やっぱりここが何にもない方がそうです作業はしやすい。はい、うん、ついついここの改善とで、なんならこの釣り戸棚がちょっと高い、ママの背丈では。そうですね。こんなにまるで整理収納アドバイザーのようになんか衝撃の事実がここにもねありますけれどもね、はい、ちょっと手伸ばしてみて。どう？ちょっと高いね、高いんだよねやっぱね。だからなんかここにこういう風に入れるのがあんまり良くない。あ、ね、そうだよね。結局ね、こういうね、はい、取っ手のついた入れ物に入れましょうなんてね、はい、フル型式の本にも書いてありましたけどね、はい、私なんなら手も長いしさ、背も高いからさ届くんだけどさ、ママじゃ絶対届かない。ママここでしょ、だって届くのね。そうです。ここ限界だもんねすごいね、これ紐つけなきゃいけなくなっちゃうよね。でこれが必要なのかっていう話なんだけれども、まあ言うたらこの一番下のねこの段がねもうちょっと使いやすくなったら、この戻りもなんとかなんのかなって。で引き出しもちょっと見てみようか。なんかラップとか好きだねなんか同じ絵がここにもあるんですけどみたいなね。ストックです。ストックがね。でこっちが使ってんの、はい、あ、なるほどね。どっちかっていうとママは腰下っていうか自分より下の方が使いやすいみたいな感じなのかな。こここがスタメンなのね、はい、ここが控えでここが2軍みたいな感じね、はい、いや全部同じ場所でもいい気がするけど、ここら辺はよく使うものが入ってるのよね。あ、ここはなんか教えた通りみたいな、はい、ここは教えた通りじゃないですか、はい、ほいねえ、これスタメンが入ってるんですよね、はいはい、多少なりともフル型式はちょっとかじってんだもんね、はい、でこれが2軍とかあんま普段使わないもの。コップだけはここにあって、全部コップがここに収納されて、いや意味がわかんないこうでも毎日使うんですよ。はい、使います。すごいね、同じコップがもう何人人が来んだよってこれコップとして使ってるんですけど、はあ、これティラミスのが入ってたカップで、すごいティラミス食べんだねこれあ、すごいね。これ何？ティラミスが入ってるこれがいっぱい売ってんだ、コストコで。捨てるのがもったいなくて、どんどんティラミス食べたらこんなんなっちゃいますもうティラミスが大好きなのねなるほど。でこっちはここはタッパーお弁当箱、はいはい、これあんま使わない感じ？そうですね、お弁当があんまり、普段は給食だから。なるほどね。まあでもね、この引き出しは使いやすそうに見えるんだけれども、でもやっぱりあれね、こういう局地的な場所はそこそこなんとなくこう水のものみたいな、はい、しっかり収められていて、そしてだからなんか食器とその釣り戸棚の問題なのかな。なんかこう局地的すごいよね。ここはこうなれるのにさ、ここはこんな感じになっちゃうみたいなさ妖怪箱女がね、ここに箱好きだね。形から入るタイプの人なのね、はい、なるほど。自分の中ではこうやって分類されて入れてるということかな。はい、ほうもう少しずつね、下の子がいろいろこっち入ってくるようになると、ここら辺の高さが気になるよね。そうですね。で、私すごい気になったのはこの奥すごくない？はい、パントリーです。パントリー、女の夢パントリー、はい、もう全てがワンアクションで撮れるっていう感じで、はい、まあちょっとね奥はね、なんかバッグが幽霊になっちゃったんですけどすいません右側足はなんかこう動いてない感じするかな。そうです。手前の方とかは、心当たりが子供のお菓子で、これがベビーのお菓子で、
ここら辺に自分たちのお菓子とかがあって、こっちはもろ出しだけどこっちは見せないみたいな感じなの。なんか花がこうあったからこれを入れたんですけど、はい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 こっちはなんか網網だったから違う箱を入れて、こっちは調味料とか。引き出しではないんだね。あ、いや引き出するんですけど、多分物がいっぱいありすぎて、もう動かないみたいな感じね。まあはい引き出す必要はないぐらいね、はいパッと見で取れるしね。はい私でもバックヤードは全然これでありだと思うよ。あだったらもうちょっとね、そっちがすくうようにね、はいここ改善したらいいね。まあここの攻略と、やっぱどうしてもここって床に物が置いちゃうみたいな。やっぱ見た目もちょっとね、もう少し改善したいよねって話だよね。はい。じゃあ全部出しますか。どうです？シーン。結局出しました。はい。ということで、パントリーの中のものを全部出しました。すごいですね、やっぱり。あの量は多そうだなと思いましたけれども、想像を超えてたくさんのものが入ってましたね。はい。これが全出しの恐怖ってやつですよ。まあ、どこの家でもそうなんですけど、この白い箱みんな好きだね。まあね、白いのに入ってると綺麗に見えるからね。いやいやいや、昨日せっかく片付けたのになんでこんなに悲しくなるね。ママどうこれ、ちょっと全部出してみたけど。さすがに多いですね。ね、本当にね、先生中はね、もう入れる場所がないから、こんなに持ったらね、部屋中が物で溢れちゃうんだけどね。まあせっかく入る場所があるってことなんで、はい。使いやすいとかね、あと二度買い無駄買いねしないような感じでね、ちょっと整理して、目的、棚に目的を持たないと結構みんなぐしゃぐしゃになってしまうと思うのでね、はいそういった入れ方などもね、アドバイスさせていただきながら、この景色を何としてでも元に戻さないとお父さん帰ってきちゃいますからね、夕方ね。はい。はい、頑張りたいと思います。お願いします。はーい。ということで、はあ、恐ろしい量でしたね。はい。おそらく19話に出てきたキッチンよりも物の量で言ったら倍以上だったと思います。皆さん、そもそもですね、大容量の収納があれば片付くというのは大間違いでございます。はい。誰もが羨むね、大容量のパントリーがありながらも全くもって片付いてなかったキッチン。はい。なんでこの家が片付いていなかったかというと、この家のキッチンの特徴を理解せずに物を収納していたからなんです。以前もね、お話ししたように、ね、キッチンの特徴を理解するのが重要だということを、古型式のキッチン収納攻略法ではお伝えしております。はい。この家の場合はですね、キッチンの背面が自由自在に移動できたので、U の字ラインで収納力を上げて、キッチン収納を攻略してまいりました。この家もですね、しっかりとこの家のキッチンを把握する必要があります。はい。まずこの家のキッチンの特徴をね、振り返って、見ていきたいと思うんですが、オープンキッチンのため、すべて腰下の引き出しに物が収納されていたわけですね。なので皆さんね、意外にもこの家のキッチンの収納量は、実は少なかったんですね。で、唯一ある背面の釣り戸棚はですね、奥さんの身長ではね、手が届きにくい、この家の奥さんの背丈に合ってない収納で、ゴールデンゾーンに収納が少ないという特徴がありました。そして3番目にね、まず水のライン、はい、シンクを中心にしたこの水のラインに収納量が少ないので、作業スペースの上に物が溜まってましたよね。はい、ここでおさらいなんですけど、キッチンには3つのラインがありまして、作業スペースを中心にした作業ライン、シンクを中心とした水のライン、そしてコンロを中心とした火のライン、この3つのラインを攻略するとね、キッチン収納は攻略できるよというのを話をしています。こちらの部分、この家で言うと、この水のラインの、収納が少なかったという特徴がありました。そして4つ目、まずこの家、食器棚がないということですね。コンロの後ろの引き出しに食器を入れていたわけなんですが、作業ラインの近くにね、食器があるというのは理想的なので、この引き出しの中に食器があるのはありなのかなというふうに思いました。そして
最後、5つ目。キッチンの上に大容量のパントリーがあるというのがこの家のキッチンの特徴です。天井までね、ある非常に大容量で、ただ横に長いというね、収納になっていました。可動式の収納がいっぱいついてるんですけど、まず、可動式の収納の棚板の幅が狭いっていうことと、引き出しもまあまあついてるんですけど、それが奥の方にあって、これがね、全く動いてない状態だったっていうことですね。はい。というわけで、いろんなキッチンの特徴はこの家にあったわけなんですが、実はこの家のキッチン、致命的な欠点が一つあったんですけど、皆さん、何が欠点だったか、それ、お気づきになりました。はい。ということで、こちらの模様をご覧ください。で、このさ、このゴミ箱さ、なんで、これ食材に引っかかってるんだね。浮かせた方がいいかなって思って。すごい面白いんだけど、これ。それだってこれ、使うときどうすんのこれ。あれ使う時になったら違うのでまた代用して。今まだこれストックの状態だもんで。こんなにさ、洗濯バサミ持ってんだからさ、それでやればいいじゃんって超ウケんだけどこれ。すいません。なんか浮かせた方が。いや浮かせた方がいいかもしんないけどさ、どうなのこれみたいな。はい。本当に。はい。正解はキッチン内にゴミ置き場がなかったっていうね特徴だったわけですよね。ゴミ箱の位置はですね、できればシンクの近くの水のラインのそばにあるのが理想的です。っていうのはね、ちょっと水で洗ってから出してくださいとかいろいろあるじゃないですか。で、そうなった時にね、キッチンって汚れちゃうんでね、なるべく水のラインのそばにゴミ置き場の位置があるのが理想的なんですが、この家はもうそもそも水のラインに物のね、定位置がね、なかなか作りづらいということ。この家の様々なキッチンのね、問題と特徴を知った上で、私がどのようにしてこの家のキッチン収納を攻略したか、百戦錬磨の私もですね、非常に苦戦しました。横長なパントリーをうまく活用してこの家ならではの散らかりづらい家事効率が上がるキッチン収納を作ってまいりましたので、そちらの模様をご覧ください。キッチンとあちらの奥の靴が、はい。奥さん変わりましたよ。はい。ありがとうございます。はい、まずキッチンの景色がはい。かなり変わってると思います。はい。はい。こちらも何もない。作業台には何もないです。非常に清潔なキッチンに生まれ変わっております。そして今までここめちゃめちゃもっさりしてましたよね。はい。このキッチンで一番変わったのはですね、実は今までこちらにあった電化製品がこちらに来ています。その理由としてなんですけれども、今までってね、分断された感じだったと思うんですが、はい。この家ってどうしてもゴールデンゾーンに使いやすい収納がなかったので、はい。こちらを作業台にしてこことセットということで、例えばここで出したお茶をこちらのコップに入れるとか、この横のラインをデザインしてここを直しているので、はい。ここにスペースがあった方が、今までねコップが下の方にあったんだと思うんですけど、ここでお湯を入れることができるという意味で言うと、ここは絶対に物は置いちゃいけません。気をつけます。この作業スペースを中心に、火のもの、水のものというような感じでね、使っていただけるといいかなと思います。はい。中見ていただきましょうか。おお。このゴミのライン。すごい。これ全部入ってます。お父さんこれどこにあったか知ってます？これは確かガレージ。そうなんですよ。ガレージにですね、置き去りにされていた私はゴミ箱を見つけまして、でそこにはですね、実はですね、ちょっと秒を取るの忘れちゃったんですけど、蓋がついてたんですね。でもこの家のお母さん、蓋付きが苦手なんですよ。すいません。はい。なので蓋は取り除いて、こちらにポイポイポイと捨てられるようにし
してありますので、はい色分けでね、はいわかりますよね。はい分別してます。でこの上にはしっかりゴミ袋が、お母さんはい1枚も捨ててませんよ。はいここに山のようにあったゴミ袋、はいしっかりこちらにはい収めさせていただいておりますので、はいありがとうございます。思う存分捨ててください。そしてどんだけ巻きたいのっていうぐらいラップ類や保存袋などもね、やっぱりねどうしてもすごく上の方とかすごく下の方にあったので、まあ普段使うものだけはそちらでもいいと思うんですけど、この位置だったら作業スペースに近いので、ここから取って戻すってやると、ワンアクションで戻せるので、はいこんな感じで使っていただければなと思いますね。今まではなんかここ食材みたいな整然と並んでおりましたけど、私この棚板全て高さ変えてます。はい全部外しました一人でよ。すいません重たいのにありがとうございます。私昼休み中こんな感じでしたただねこの高さならまだお母さん一番高いより低くしてますし、もう一つ重要なのはこの幅を結構広めに取ってます。はいなのでお母さんあれですよね、この白い箱大好きですよねそうですね。それが結構みんな入るようになっておりますので、はいもうちょっと増えても大丈夫かな。はいはいもうちょっと増やします。でなんかね、増やさないでくださいなるべくね。はいやっぱりね私は見えてる方が一瞬で取れるからいいなと思うんですけど、ね、一応ね種類別に入れているのでラベリングしていただいてですね、分かりやすいにしておくと非常に便利だと思いますので、はいここをねフル活用しながらこの家事やっていただきたいなと思います。はい頑張ります。お父さんここしてました？どんな感じだったか今まで。結構狭くてはい通りづらいというか。狭いっていうか私別に広くしたわけじゃないですけどはいすごいここに物が溢れてますけどね、棚板の高さ、要するにこの家のお母さんは私よりも10センチぐらい背が低いので、どうしてもこの高さのラインによく使うものがなきゃいけなかったんですけど、それがもう本当にここ一部だけだったんですよ。これをこのラインでゴールデンゾーンによく使うこのゴミ袋類、掃除グッズ、食材ストックでお母さんの、健康食品系みたいなのね、そういったものをしっかりこのゴールデンゾーンでよく使えるように、配置しておりますので、かなり家事は楽になったと思います。はい、ありがとうございます。やらせていただいてですね、と申し訳ないなと思ったんですけど、ここやっぱり入ってないですよここにね、軽めのものだったらいいかなっていう感じなんで、はい、あちらにあるよりもこの高い位置で、ね、取り出しやすいものがあれば全然寄せていただいて構わないので、はい、本当にそういう意味で言ったらですね、収納の中はだいぶすっきりしてると思うので、はい、はい、こちらねコップ入りましたよ。普段使いのものが、はい、全部入ってますので、すいませんね、私パンパンに入れないんですよなぜかってね、やっぱパンパンに入れちゃうとね、溢れちゃうんでね。はい。はい。こんな感じで入れといてあります。はい。見やすくて。はい。アレンジしやすいと思います。はい。はい。ということで、この家のキッチン収納攻略してきたんですけれども、はい、まずね、キッチン収納の基本は、作業ラインを中心に背面まで含めた U の字ラインでね、火のライン、水のラインを考えるというのがフル型式のキッチン収納攻略法だったんですが、今回の家の場合はですね、背面の収納量が少なかったというね、特徴があったので、パントリーをキッチンの一部としてね、作業スペースを決めてまいりました。はい。ということで、キッチンの特徴を理解した上で攻略したフル型式キッチン収納、いかがだったでしょうか？皆さんもね、キッチンの3つのラインを見直してみるだけでね、家事効率上がりますので、ぜひ見直してみてください。というわけで、次回はおうち丸ごとお片付けの最終回です。何日かけてどんな手順で作業台にいくらだったのか、その全貌が明らかになります。
どうぞお楽しみに。それではまた来週、さようなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。